ズボラ系ハンドメイド YouTuber 藤子です。本日はこちら猫じゃらし入れを作っていこうと思います。ちょうどいい生地がないので、こちらの生地を継ぎはぎしてね作っていこうと思います。でこちらが幅が28センチの長さが26だから、これを継ぎはぎするので長さが50センチぐらいかね、幅が30センチぐらいの布があるといいと思います。それを2枚使ってください。では私はこれを半分に切ってでここをつなげて使います。継ぎはぎしたので広げて眺めてるところでございます。でこれを半分にしてで下がね5センチぐらいで上も5センチぐらい折るので、仕上がりがこんな感じ的なで、下5センチのところにはポケットつけないから、それよりも上のあたりちょうど継ぎはぎが隠れるようにくっつけていい感じなんじゃないのっていうね。でこのポケットが幅が24センチ、高さが17センチぐらいの布が2枚あったらいいと思います。はい、ではこのポケットを中表にして周りを縫って返し口を少し開けてひっくり返してポケットにしていきます。では返し口を残してぐるっと一周縫ったのでひっくり返すんですが、こういう角っちょの重なってめんどくさいところは切り込みを入れます。はい、ポケットの部分ができました。ではこちらの布も返し口を少し残してポケットと同じように一周縫っていきます。でこちらも同じくひっくり返していくので角っちょの重なる部分は切り取ります。はい、ひっくり返せました。両端5センチぐらいのところ折ってでこう縫い付けます。見えました。ポケットね、その返し口があったところは下にしてこの辺かな、下からどんくらい6センチ7センチぐらいのとこかなにこうねつけてポケットね。で猫じゃらし入れを作りたいので
爪で跡をつけました。ここにね、猫じゃらしが入れられるように縫っていきます。はい、ひとまず縫えました。ではここに棒を通します。棒はうちで使ってない長めの菜箸。どうかな？ちょっと短い。まあいっか。ここに紐通して吊る下げられればいいんだもんね。ここは逆にちっと緩いな。まあ100均とかで好きな棒を買ってきて入れたらいいんじゃないでしょうか。これ入れないとね、ここふにゃふにゃになっちゃうからっていうこと。で、紐が、ここ結べればさ、こうね、結んでつけりゃいいんだけどさ、結べる？これ結べないかな。結べないときはここ通してこんな感じで潰す的な。じゃあ長さがこれ必要ってことは85センチぐらい。同じようにやる人は紐が必要です。じゃあ紐はね、安全ピンで通して、で結んで、結び目は中に隠してみた。これでどうかな。ちょっと不細工になってしまったな。やっぱりこの棒にくっつけられるといいな。なんでダメじゃん。やっぱこの長い猫じゃらし邪魔だよね。みんなどうやってこれ収納してんのかしら。これは諦めて横に収納するしかないかな。どうだ？これでだいぶマシになっただろう。猫じゃらしを収めるにはポケットもうちょっと深くて大丈夫そうだね。これが15センチぐらいだから、それよりさらに3センチぐらい深くすれば収まりそうかね。猫じゃらし入れを作るにはポケットが18センチぐらい長さが必要だということが今回分かりました。で、始めた時間を撮影しなかったのだけど、今日は2時半ぐらいに始めたので、作業的には1時間ぐらいで作れる感じでした。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイなら。